1組で1キロぐらいなくなる。一番多分美味しいとこ。もうとにかく柔らかい。ちっちゃいことコツコツやっていろんな知ってもらって来てもらえるように頑張りたいです。よろしくお願いしおます。願いします。朝の準備でいうとどういうことされるんですか？お肉は日曜日なんで多少切っとくかなぐらいです。2019年の2月の27日にオープンしたんですけど、その時期が多分そうコロナの時期なんで、時間あったしオーナーの友達とかに書いていただいて、でその横がキングコング西野さんのサインです。今39で今年40の年です。毎年年で1個間違うんで多分合ってると思うんですよ。そんないい絵じゃないかもしれないですけど、なんで野菜とかも自分たちで、ちゃんと買って切って仕込むって感じですね。昔は作るのは好きかもしれない。辛みのじゃあもともと愛媛で生まれ育って一回大阪出て10年ぐらいバンドやって、でまた1回愛媛戻ってな感じかな。都会があんまり住めないかもしれないです、逆に。昔はでっかいフライヤーでやってたんですけど、あんまりそんな使う頻度が少なくて。ステーキ丼3つサイズがあって、スタンダードサイズ、ラージサイズ、ウルトラサイズ。米も増えるんで、しっかり食べたい人はそれ頼んで米もたくさんみたいな。お肉って何キロぐらい使われるんですか？結構まちまちっすね。ただ家族で来て1ポンド 300g、300g とか1組で1キロぐらいなくなる。それはちょっと焦るっすね。いつ炊くんですか？これ30分前冷やして早炊きで一気に炊くとがいいらしいです。早炊きで。お店の名前が結構独特だなと思ったんですけど。人生生きにかんず。ことわざみたいなのあるんですよ。お金とか名声とかじゃなくて、人の心意気に感動して動きなさいよみたいな。大体これぐらい。これはもも肉 9.7 キロ、油も込みで全部切っちゃうと悪くなっちゃうんで、とりあえず出そうな分だけやっとが入ったら
美味しいとこ好みによるかもしれない。色が濃いじゃないですか。赤身の味が濃くて美味しい。とりあえずこんな感じで。油も綺麗なんで、これ牛脂で鉄板で焼くときに入れてあげると余計美味しいです。牛脂とかね。1ポンドと 300g という。まずはおすすめ赤身ステーキ、サラダ、スープ全部ついてるので、グラム数はちょっといろいろあるんですけど、僕1ポンド 450g なんですけど、昨日も食べられる方がいて結構ペロッとびっくりしました。自分も頼まれるのが一番多いのがステーキ丼。まあ見た目も結構パンチあるんで、お店で使ってるお肉の特徴があれば。牛のもも肉なんで本当にさっぱりして、体作りしてる人とか、あと僕も40近くなってきたんで脂っこいのあんまりずっと食べれないんで、赤身とかいいですね。はい、食べ方のおすすめとかってあったりします？うちで作ってる特製オニオンソースがあるんで、それつけて食べていただくか、それとわさびつけて食べていただくか、あとは塩だけでも美味しいです。土曜日がね、結構怪しいと思うんですよね。お願いします。はい、梅お願いします。はい。
こっちはウルトラで。どうですか？広島の福山市から来ました。一回来たことあるんですよ、自分が。で美味しかったんでもう一回行きました。柔らかくてめちゃくちゃうまいです。ソース肉だけにかかってるのかなと思いきや、ちゃんとご飯まで浸透してるのがすっごいいいなと思いました。ごちそうさまです。ありがとうございました。ありがとうございました。お肉の焼き加減結構レアというか、ある程度中心には温度は入れたいんで、でも焼きすぎると赤身なんで硬くなっちゃう。でもよく焼いても美味しいですね、全然。年配のお客さんとかやったら結構ちっちゃく切ってあげて、食べやすいようにしてあげるとか、男性やったらちょっとだけ太めの方が食べ応えあるかなとか、結構分けますね。
ちょっとお願いします。はい。ページと。はい。お願いします。しかも肉切ってなくて自分のまかない作るときにサーロイン、とにかく柔らかい、美味しい。これはわさびなんですけど、僕大事に置いとるんですけど、わさび最高。こんにちは、いらっしゃいませ。今日も歩いてきたんですか？今日も歩いてきたんです。ステーキ丼、サラダとコーンスープと赤ワイン。はい。おい。これも多分だいぶでかいんで、もうちょっとちっちゃくするの。おじいちゃん特殊なの。
美味しかった。はい、ありがとうございます。美味しいです。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。え？お昼営業は終了ですか？終わりです。あとは夜だけです。夜は一人が多いですね。夜の方が忙しい時とかありますね。調理もしてそう配膳もして全部。絵になる。今日はありがとうございました。ありがとうございました。これからの目標があれば教えてください。はい、ここ来てよかったなとか、また来たいなとか、次誰か連れてこようかなとか、ちっちゃいことをコツコツやって満足していただけるように頑張りたいっていうのがまあ目標ですかね。でもなんかこうやって新しいこともチャレンジしてもっといろんな知ってもらって来てもらえるように頑張りたいです。ぜひフラッと来てください。